スイッチを入れます。石炭は炉で燃え、水が蒸気に変わります。その蒸気でタービンが回り、発電機が作動します。すると電子が電線を流れます。この電子の流れが何百キロメートルもの電線を伝わり、あなたのお宅に届きます。世界中で数えきれない人々が今もこの瞬間にスイッチを入れ、コンセントを挿し、入りボタンを押しています。さて、人類はどのくらいの電力が必要なのでしょう。使用電力の総量は急激に変化しています。この質問に答えには、今の世界でどれだけ使われているかだけでなく、将来どれだけ使われるかを知る必要があります。まず電気の量の測り方を見てみましょう。これはちょっと厄介です。ジュールはエネルギーの単位です。といっても通常、電気の量はジュールだけでは測りません。その代わりワットで測ります。ワットは何かを作動させるときに使う1秒あたりのエネルギー量です。毎秒1ジュールは1ワットに相当します。スマホの充電には約 0.1 ワット、家で使うのは1000ワット、小さな町では100万ワット、中規模都市では10億ワット使います。2020年時点で全世界で使う電力は3兆ワットです。しかし10億人近くの人が安定した電力を利用できません。各国が工業化し、より多くの人々が送電網を使えるようになると、電力需要は2050年までに約 80% 増加すると予想されています。その数値は全体像を表していません。また新しい方法で電力を使う必要があります。現在化石燃料を燃やして作る電力が多いですが、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを持続不可能なほど排出しています。人類の持続可能な未来のために、この排出を完全になくさなくてはなりません。そのための第一歩は、多くの産業が化石燃料から電気へと転換することです。車の電動化や天然ガスで温める建物を電動式ヒートポンプに切り替え、工業過程で使われる膨大な熱の電化などが必要になります。2050年には世界の電力需要は3倍になると予想され、すべての電力をクリーンなエネルギー源で賄う必要があります。化石燃料によって生じた問題解決のためにです。現在私たちが発電する電力のうち、クリーンなものは3分の1しかありません。化石燃料は安くて便利で輸送しやすく、簡単に電気に変えることができます。どうすれば不足分を埋められるのでしょう。風力発電や太陽光発電は、風や太陽光が豊富な場所ではとても効果的です。しかし石油のように太陽光や風力を蓄えて輸送はできません。これらのエネルギー源からの電力を他の時間帯や場所でフル活用するには、電気をバッテリーに蓄えたり、遠距離まで送電する電力網インフラの整備が必要です。一方、原子力発電所では核分裂を利用して二酸化炭素を排出しない電気もあります。化石燃料を燃やす発電所より高価ですが、どこにでも建設できます。また太陽や風のような断続的なエネルギー源に依存しません。研究者は現在、核廃棄物処分の改善と原発の安全性に取り組んでいます。1940年代から研究されている核融合という可能性もあります。核融合とは、軽い原子をぶつけて融合させ、その際に発生するエネルギーを利用するものです。核融合は事故の心配がなく、核分裂のように長期にわたる放射性廃棄物も発生しません。また風力や太陽光などの再生可能エネルギーが抱える輸送の問題もありません。この突破口でクリーンエネルギーに革命を起こせるでしょう。これは核分裂、太陽光や風力にも当てはまります。これらの技術に突破口を見出し、その技術を融合させられれば世界を変えることができます。電力供給が3倍になるだけでなく、持続することも可能になるでしょう。我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし次の段階は何でしょう。ted.ted.com/earthschool に行ってロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。